こんにちは、ロック204チャンネルです。今回はFreeCAD 1.0 基本的操作方法第15回。ドラフトワークベンチの続きを解説していきます。最初にドラフトワークベンチの編集とサブエレメントハイライトについて説明します。ドラフト編集コマンドは、選択したオブジェクトをドラフト編集モードに切り替え、ユーザーがオブジェクトのプロパティを視覚的に調整できるようにします。編集ツールの操作方法を説明します。まず、編集したいオブジェクトを選択することが重要です。選択後、編集ボタンを押すことで、メインタスクパネルが開き、選択したオブジェクトが一時ノードとしてマークされます。次に、ノードをクリックすることで、ノード編集タスクパネルが開きます。このパネルを使用して、座標を入力して、エンターポイントを押すことで、ノードを特定の位置に移動できます。また、選択したノードをマウスで移動させることも可能です。作業を終了する際は、ESC キーを押すか、閉じるボタンをクリックすることで、スムーズにコマンドを終了できます。これらの操作を理解することで、3D 環境での編集作業がより効率的に行えるようになります。ドラフトサブエレメントハイライトコマンドは、特定のオブジェクトやそのベースオブジェクトを一時的に目立たせるための機能です。この機能は、ドラフトラインズやドラフトワイヤーズに特化しており、これらの要素を視覚的に強調することで、設計や分析の際に重要な情報を見逃さないようにします。サブ要素のハイライト機能の操作は、ドラフトラインやドラフトワイヤー、またはベースオブジェクトのドラフトラインまたはワイヤーを選択する必要があります。選択後、ハイライトボタンを押すことで、選択したオブジェクトの線の色とポイントの色が赤に変わります。それでは編集機能について見ていきましょう。まずは、こちらを動かしてみましょう。こちらを選びます。そして、編集ボタンを押します。そうするとこういうポイントが出てきますので、この一つをポイントを選びます。例えばこういうような形で、伸ばした状態でクリックします。すると、こういうように移動できます。こちらを選んでやって、こちらに持っていくと、こういう風に広げることができます。これを選んでやって、伸ばした状態でこうすると、こういう編集ができます。それでは、こちらを編集してみましょう。まずは、この楕円を選びます。そして編集をクリックし、中心点を選んでやって、こうすると移動ができます。次に、例えばこちらを選んでやって、今度はキーボードから編集してみましょう。今、相対距離で X 方向に 10mm。次に Y 方向は0、Z 方向は0と入力します。そしてここでエンターポイントを押すと、このように編集することができます。こちらも同様に選択して編集ボタンを押します。するとポイントが表示されるので、その1点をクリックします。その1点をクリックし、マウスを移動すると、このように図形を変形することができます。もう一回行ってみましょう。先ほどは、こちらの方を編集しましたが、今回は、長さと角度により設定を行います。例えば長さを 10mm で角度をオンにしてやって、角度を-90度と入力します。すると、このような形で編集することができます。それでは、次にこちらのサブレメントハイライトツールを使用してみましょう。まずは、こちらの図形を選択します。そしてハイライトを押すと、このような形で、この図形が強調表示されます。次にこちらのポリラインをハイライトしてみましょう。
そうすると、前のハイライトが消えて、こちらがハイライトされた状態となります。つまり、ハイライトは一時的なものであるということです。こちらの図形は、ポリラインをオフセット表示したものです。このポリラインを選択し、ハイライトをしてみましょう。図形を選択し、ハイライトボタンを押します。今回はハイライトを行うことができませんでした。このように、ハイライトは対象となるオブジェクトが限定されていることがわかります。次に、こちらの B スプラインについてハイライトをしてみましょう。すると、このように B スプラインの両端と線分がハイライト表示されます。それでは最後に、こちらの四角形をハイライトしてみましょう。この四角形は、視点を変更すると、押し出された立方体であることがわかります。この立方体を、モデルビューより選択します。そしてハイライトボタンを押します。すると、このようにベースとなる四角形がハイライトされます。次は、ドラフトワークベンチの接合、スプリット、アップグレード、ダウングレードの説明を行います。接合コマンドは、ドラフトラインとドラフトワイヤを一つのワイヤに統合する重要な機能です。このプロセスは、複数のワイヤを一つにまとめることで、設計の効率を高め、作業の簡素化を図ります。接合の操作について説明します。まず、結合するドラフトラインまたはドラフトワイヤの終点が正確に一致していることが重要です。この一致がないと、接合が正しく行われません。次に、2つ以上のドラフトラインまたはドラフトワイヤを選択し、接合ボタンを押すことで操作が完了します。下の図は、3つのラインが1つのラインに統合される様子を示しています。このプロセスは、設計の効率を高め、作業の一貫性を保つために非常に重要です。スプリットコマンドは、ドラフトラインやドラフトワイヤを特定のポイントやエッジで分割する機能を持っています。この機能は、ドラフト結合コマンドに対応する役割を果たします。分割を行うことで、設計の柔軟性が向上し、より複雑な形状を作成することが可能になります。スプリット操作の手順について説明します。分割ボタンを押すことで、ドラフトラインやドラフトワイヤのエッジを強調表示し、正しいポイントを選択することができます。ワイヤーが閉じている場合は、エッジ上の任意のポイントを選ぶことで、エッジが別のワイヤーに分かれます。一方、ワイヤーが開いている場合は、特定のポイントを選択することで、選んだポイントでワイヤーが分割されます。アップグレードとダウングレードのプロセスは、形状の変換において非常に重要です。アップグレードは、面やエッジをより工事の形状に変換することを意味し、特定の条件が満たされない限り面やソリッドに変換することはできません。このため、アップグレードの使用は制限されることがあります。一方、ダウングレードは、オブジェクトをその構成要素に分解するプロセスであり、最終的にはエッジにまで分解することが可能です。特に、配列複写のように複数の要素が合成されているオブジェクトは、ダウングレードによってそれぞれのオブジェクトに分解されるため、柔軟な操作が可能になります。これにより、設計の自由度が高まります。こちらは、アップグレード、ダウングレードの例を示しています。元の図形は、本のラインにより構成されています。このラインを選択し、アップグレードボタンを押すと1つのワイヤーに統合されます。そして、もう一度アップグレードボタンを押すとフェイスに変換されます。この状態で、ダウングレードボタンを押すとフェイスがワイヤーに変換されます。そしてこのワイヤーを選択し、ダウングレードすると3つのエッジに変換されます。次は、接合、スプリット、アップグレード、ダウングレードについて説明します。最初は、接合コマンドについて説明します。こちらの2つのラインと2つのワイヤーを接合してみましょう。このように分離したラインは接合することができません。それでは、この2つのラインを選択して、接合コマンドを実行してみましょう。2つのラインをコントロールを押しながら選択し、
接合コマンドを実行します。この場合、2つのオブジェクトの端点が重なっていないので、接合はできません。そこで、一方のラインを移動し端点を重ね合わせます。編集コマンドを使ってポイントを移動します。このような形で重ね合わせます。この状態で2つのラインを選択します。そして、接合ツールをクリックします。すると、このように2つのラインが1つに統合されました。こちらのワイヤーも端点を移動して接合してみましょう。こちらのワイヤーを選択し、編集ツールで端点を移動します。それでは、この2つのワイヤーを選択し、接合ツールをクリックします。すると、このように2つのワイヤーは1つに統合されます。それでは次にスプリットコマンドについて説明します。こちらのワイヤー図形にスプリットをかけていきます。まず、スプリットボタンを押します。そして、こちらのエッジを選択します。すると、このように分離されたワイヤーがモデルに表示されます。それでは、分割されたワイヤーを選択して移動してみましょう。移動ツールをクリックし、ワイヤーを選択し、移動します。すると、このように1つのワイヤーが2つに分割されていることがわかります。それでは次にアップグレードとダウングレードについて説明していきます。最初にラインツールを使って図形を描いていきます。このような閉じた三角形を描きました。モデルビューで見ると、3つのラインで構成されていることがわかります。そこで、この3つのラインを選択し、アップグレードボタンを押してみましょう。ここでアップグレードボタンを押すと、1つのワイヤーに統合されます。ここでもう一度アップグレードボタンを押すと、ワイヤーがフェイスに変換されます。つまり、上位のオブジェクトに変換されることになります。それでは反対に、ダウングレードを行ってみましょう。すると、フェイスがワイヤーに、もう一度ダウングレードを押すとエッジに変換されます。それでは、もう一度アップグレードして、フェイスに戻しておきましょう。そこで、もう一つ図形を描いていきます。今度は、面と面のアップグレードを見ていきましょう。このようにラインツールを使用し、三角形を描きました。先ほどと同様に、この3つのラインを選択し、アップグレードし、ワイヤー、次にフェイスに変換します。それでは、この2つのフェイスを選択してアップグレードしてみましょう。すると、フェイスは上位のコンパウンドに変換されます。